寒い寒い寒すぎ。はい、皆さんこんにちは。車の大地店カッカシルピーです。今回はこちら、皆さんが気になっていたであろうシラザン50、これをちょっと使っていこうかなと思います。はい、今めちゃめちゃ話題になっているコーティング剤です。で、金額が僕 M サイズってやつ購入したんですが、ざっくり1万円ぐらいの価格帯です。で、これ L サイズって言ってもう少し大きいサイズもあります。これはまあ車のサイズに応じてね、中に入っている液剤の量が変わってくるといった感じになります。まずね、こっちにもコーティング剤と撥水復活キット、あと専用メンテナンス剤っていうのがあります。これはいただきました、メーカーさんから。っていうのも、僕ずっとそのシラザン50やるってずっと言ってたじゃないですか。そしたらメーカーの方が、この季節だと硬化がやっぱどうしても遅くなっちゃうので、硬化を早める促進剤みたいなのをお送りさせてくださいっていう問い合わせっていうか、DM で届いたんですよね。いただけるならぜひということで、促進剤とあとこういったセットが送られてきました。ありがとうございます。僕はまあ特にやることは変わらないのでいいんですが、気になることがねたくさんあるんですよ。何が気になるのっていうところでいくと、まず、耐久3年以上です、この商品で。この耐久3年以上ってどういうことなのかなと思って問い合わせてみました。で、僕自身イメージしていたものとしては、水はじきとかではなく、そのガラスの被膜が3年以上持ちますよっていう認識だったんですが、そうではなく、このメンテナンス剤をしっかり使えれば、その水はじきっていうのが3年以上持ちますよという認識みたいです。じゃあまあその3年後どれぐらい残ってるのっていうところなんですが、このメンテナンス剤を使うと約 10% 撥水効果が落ちますと。で、その代わりその 90% ですね。90% っていうのはその施工直後を100だとしてね、その 90% が3年間持ちますよっていうのがこの商品みたいです。だとしたらめちゃめちゃすごくねって僕は思ってるんですよ。このメンテナンス剤の方に撥水性能がなんか得られる何か入ってないよね。大丈夫だよね。入ってるんだとしたらそれはまたちょっと話違うよっていうのは正直あります。このシラザン50の公式ホームページ見てた時に僕が気になったのは、シラザン50はガラスコーティング剤ですと。何が言いたいのかというと、世の中ガラスコーティング剤とガラス系コーティング剤っていうものが存在するんですよね。違いは簡単に説明すると、固まるか固まらないかで大きく分けられています。で、このガラスコーティング剤っていうのは固まる方のことを一般的に指しています。このホームページに書いてあるのは、ガラス系やガラスコーティングと違い、本物のガラスコーティングとなっております。本物ってどういうこと？だって本物って書かれると偽物っぽいじゃん、その簡易コーティングとかガラス系が。俺はそうじゃないと思っています。っていうか、そもそもそのガラスコーティング剤とかガラス系コーティング剤の定義っていうのが明確に定められていないので、要はそのマーケティングする上でそういう風に誰かがつけてったんだと思うんですよね。それになんか偽物とか偽物じゃないっていうのはなんかちょっとどうなんかなって正直思っています。なので今回はね、実際にちょっと使ってみたいんですよ。で、最大の特徴はそのボディにもガラスにも使えて、しかもガラスコーティングっていうのはスポンジにつけてこう塗り込むタイプが多いんですが、このシラザン50っていうのは A 剤 B 剤を混合させてスプレーとして使える。だから簡易コーティング剤、ガラス系コーティング剤みたいに本格コーティングができますよっていうのが一番の売りなんですが、なんで硬化するタイプガラスコーティングが本格なのか、これもねマーケティングの部分になってくると思うんですよね。施工が難しい方を本格って言ってしまおうっていう風潮がやっぱどうしてもあるんで、そこら辺僕よく分かってないんですよね。そもそもいいのか悪いのかっていうところでしかないと思うので、とりあえず一旦どんな感じなのかっていうのをちょっと使ってみようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。でもうちょっと出しちゃったんですが、セット内容はこんな感じですね。 A 液 B 液と、あと専用シャンプーと A 液と B 液を混ぜるスプレーボトルですね。それとニトリルグローブとマスク、あとは使い方の書かれている説明書ですね。で、まず最初は、ここにも書かれているんですが、専用シャンプーを使って洗車をしてくださいということなので、この洗車用シャンプーを使って洗車をしていこうと思います。で、あとはもらったやつ、これか、硬化促進剤。これは A 液 B 液に混ぜて使うみたいです。
でこの A と B を混ぜて、このスプレーボトルに入れてこう吹きかけるだけで簡易コーティング剤みたいな感じで施工できますよっていうのが特徴だと思うんですが、この A、B とかこう2液じゃなくても、1液でもこういうスプレーボトルに入れれば他のコーティング剤でも似たようなことができるんですよ、言うなれば。でなんでやんないのかっていう部分でいくと、僕はその飛散するのを避ける、直接スポンジにとってこの液剤が飛散しないように施工していくことが、他のメーカーでは重要視されてるのかなとは思うんですが、どうなんでしょう。このスプレーボトルにも保護手袋、保護メガネ、マスクを着用してくださいって書いてあるので、飛散してどこかに入っちゃう危険性を、理解していると思うんですよね、このメーカーさんは。だからスポンジの方がいいんじゃないのかなって僕は思うんですが、どうなんでしょうって感じです。とりあえずこの専用シャンプーを使って一旦車を洗っていこうと思います。はい、そしたらまずカーシャンプーをこの中に入れてシャンプーを作っていきます。よいしょ。普通のカーシャンプーみたいな感じですね。脱脂シャンプーみたいな感じなのかな、わからんが、普通に洗っていきます。で今回この車にちょっと施工していこうと思っています。でボディ面は今かなり汚れています、全体的にね。でこれは一回洗って半分だけ施工するみたいな感じで今回行こうと思います。はい、そしたら準備ができました。いろいろねちょっと仕込んだので、ちょっとボディの状況を一回見てもらえますか。はい、そしたらボディの現状ですね、こんな感じです。見てわかる通りここですね、ここから右側磨きました。まだ深いね洗車傷とか若干のオーロラ的なやつは残っているんですが、この左側洗車傷がかなり残っている方と比べると全然違うと思います。っていうのも、普通にねその磨きとか下処理をしないパターンと、磨いたパターンでちょっと施工してみてもらいたいっていうコメントがあったんですよ。なのでこのように分けました。で今回3面ですね、一番右真ん中左みたいな形で分けて施工っていうか、この2面に一応今回施工する予定で、左側は未施工という形で残していきたいなと思います。でこれが側面なんですが、ボンネットも同じような感じにしておきました。なのでその水の動きとかを、こういう垂直の面と、あとボンネットのような斜めな面で見てみたいので、両方ちょっと施工してみようと思います。はい、そしたら実際に A 液と B 液を混ぜていこうと思います。でこれは料金移してから6時間以内で使い切る必要があるみたいです。A 液からいきますか。全部入りました。全部入ってこんなもんですね。次 B 液入れていきます。で今回こちら硬化促進剤、これを送っていただいているので、こちらも一緒に混ぜます。入れたらこのスプレーノズルにヘッドをつけてしっかり締める、よくかき混ぜる。で施工時は付属の手袋とマスクを装着してくださいって書いてあるので、マスクと手袋をしてちょっと実際に施工していこうと思います。はい、そしたら準備ができたので施工していこうと思います。で施工方法はどれ50センチ角の面積に4から5ショット程度が適量です。で等間隔に吹き付けマイクロファイバークロスで吹き上げてください。で特に納色車黒とかの車はムラになっていないかをよく確認してくださいと。で吹き残し吹きムラがあった場合は再度コーティング剤を塗装面に吹きかけ吹き上げてください。施工後30分以内ということですね。50センチ角に4から5ショット、50センチ角って言ったらこの間に1,2,3,4結構な間隔ですね。よしやっていこう。マスクしました。いきます。1,2,3,4。結構飛び散るね。この飛び散るのはどうなんだろうね。僕はこの飛び散るのが良くないんじゃないのかなって思ってるんですが、全面に抜きますね。軽く塗り伸ばすような感じですね。
ムラがないように見ながらやっていきます。結構ツヤ出てそうな感じするけどどうだろう。とりあえずこんな感じですかね。そしたらもう1個右側にちょっとシュッと服だけ吹いてみようか。さらに左側ちょっとスプレーだけしておきました。シュッシュッと吹きかけてこれがどうなるのか、この辺の霧状のところが、カチカチになるのかどうかだったり、スプレータイプなので施工し終わったところにシュッてこうつく可能性っていうのはかなりあるんですよね。例えばこの近くにこう吹いたらこの辺まで吹きかかるんです。かなりの量吹きかかるので、直接よりかは、タオルに噴霧する方法もあるみたいなので、そっちの方が良さげな気がします。とりあえず両面とも一旦放置します。そしたらボンネットいきますか。はい、ボンネットの方も一応3面分けてあって、この面が真ん中なんですが、右側だけ磨いてあります。そしたら実際に施工していきますか。かなり飛散するね。あんま組施工のところにかけたくないので、ここから縫い伸ばす感じでいこうと思います。使ってる感じはちょっとオイリーな感じがするな。はい、全体的に塗り伸ばして、鳴らしていきます。こういった感じかな。でちょっとムラっぽくなるんですが、揮発して引いていきますね、このムラっぽいのは。なのでちょっとね、最初ね、もしかしたら焦るかもしれないんですが、落ち着いて施工すれば大丈夫そうですね。今はもうムラっぽいのはなくなりました。とりあえず施工の方は両方終わったので、一旦は放置ですね。どれぐらい放置なんだろう。使った感じムラにもなりにくいし、普通に使いやすかったですけど、最初こう拭いた時、縫い伸ばしてる時に結構オイリーっぽくて、これちょっと拭き取らないといけないのかなって思うんですが、これ揮発すれば乾いていくと同時にムラみたいなのも引いていくので問題なさそうですね。これをね、ちょっとあんま拭き上げすぎると、水はじきに影響するのかなっていうのもあったので、僕はあんま拭き上げずにっていうか、そっとな感じに拭き上げるっていうよりかは、慣らしていく。でちょっと待つとファーってこう拭いていく感じです。そしたら作業後2時間は雨天や結露等水に濡れないようにしてくださいと書いてあるので、2時間は水かけずにいけます。で完全に硬化するまで約1ヶ月かかるんだって。で洗車する場合はマイクロファイバークロスで優しく水洗いしてください。で洗車する場合は施工後1週間経ってから行ってください。ということはまだまだちょっとできませんね。1週間後ですね、一旦。はい、そしたらシラザン50を施工して1週間が経ちました。昨日ちょっと外に出しておいたら朝方雨が降って、専用メンテナンス材の時と同じような感じでこういう風にちょっと砂ぼこりがつきました。それのおかげですごく分かりやすい絵になりましたね。3面どうでしょうか。左側ここ未施工です。ここは専用メンテナンス材の時と同じような感じで、ちょっとダラーっとした感じのこの砂ぼこりの跡っていうのがあります。で真ん中ボディを磨かずにシラザン50施工したところです。で右側が磨いてからシラザン50施工したところなんですが、真ん中と右はね言うほど大きな差はないんだけども、なんとなく真ん中磨いてないところの方がちょっと汚れが目立つかなっていう感じはします。これ全然違いますね。はい、そしたらちょっと水かけたいんですが、その前に側面の方行こうと思います。はい、これが側面です。ちょっとね分かりづらいかもしれません。ちょっとマスキングテープ剥がしますか。けど3面違いが出ております。やっぱボンネットに比べて垂直の面なので汚れっていうのはちょっとつきにくいんですよ。つきにくいんですが、こう3つ見比べた時にやっぱり左未施工のところが一番汚れています。で真ん中がその次にちょっと汚れてるかな。で一番右磨いたところプラスシラザン50ね、ここはかなり汚れが少ないです。ほぼついていないと言ってもいいぐらいです。見えないよねこの汚れ。はい、一応ここにマスキングテープの跡があって分かりづらいと思うんですが、この辺ポツポツ汚れてるんですよ。で左側が未施工で右側がただ磨かずシラザン50施工したところなんですが、やっぱ汚れのつき方が違うですね。これは明らかな違いですね。続いてここにマスキングテープの跡があります。で左側が磨かずシラザン50で右側が磨いてシラザン50、やっぱりちょっと汚れてるんですけど右側はほぼ汚れがついていない状態ですね。ちょっとね映像じゃ分かりにくいんですが、ボンネットと同じような感じで差が出ています。でやっぱ磨いてあるプラスシラザン50のところが一番その汚れが目立っていないかなといった感じです。じゃあ続いてスプレーをただシュッと吹きかけたところですね。これはその硬化するのかどうかっていうのを見たかったので吹きかけてこういう風にダラーってなっています。
が、ちょっと触ってみます。でこれ硬化してなければちょっとオイルっぽい感じで指でこうビヨンって伸びる感じになると思うんですが、どうなんでしょう。指で触ってもこのようにこのだらんと垂れたやつはなんか伸びたりとか変形することはないです。ということはまあ硬化してるんでしょうね。全然落ちる感じはしないです。はい、そしたらちょっと水をかけてみますか。はい、汚れに対してねここまで差があるので、おそらく水はじきも全然違うと思います。でまだ普通にシャンプー洗車できないのか、できるのか、あれ1週間でできるんだっけ。一応1週間経っているので洗車はできるみたいなんですが、マイクロファイバークロスを使って軽くね水洗いする程度にしてくださいと。で完全効果は1ヶ月なので、それまではシャンプー洗車とかは控えた方が良さそうな感じです。とりあえずちょっと水かけてみます。明らかに違いますね。ニセコはやっぱり水がこう固まりますね。でシラザン50施工したところはかなり水はじきがいいです。でこう見るとやっぱ右側の方が水はじきいいのかなっていう感じがしますね。霧だとこんな感じですね。やっぱ全然違いますね。右側の方が水はじきはいいです。そしたらマイクロファイバークロスを使って優しく洗ってみます。っていうのもちょっとホコリがね邪魔してる可能性があるので、ちょっと水はじきを正しく見れない可能性があります。なのでマイクロファイバークロスを濡らして、あんまやりたくないんだけどね、正直。できればシャンプー洗車したいんだけど、しょうがない。そしたら水かけます。はいはい。明らかに右側2面の方が水はじきいいですね。ちょっと近くから見てみますか。シラザン50成功したところですね。ちょっと霧でいきます。水はじきに関して言えば、そんな大きな差は、正直なさそうです。この磨いてる方と磨いてない方けど、汚れのつき方が若干違かったので、多少やっぱね磨いた方がその表面の状態がいいから、汚れのつき方も変わってくるのかなといった感じです。かなり水はじきはいいです。そしたら側面見ていきます。もしかしたら分かりにくいかもしれませんが、水かけます。やっぱこのニセコのところはちょっとこう水がまとまりそうな感じありますね。けど面が垂直なのでボンネットに比べて、そんながっつり固まることはない。結構早めに分裂しちゃう感じがあるんですが、こっちシアザン50を施工しているところは、全く塊にならない。境目が水かけるだけで分かります。ここに境目があります。右側2面をちょっと重点的に見ていきますか。一応水洗いを終えました。水かけていきます。かなり水はじきはいいですね。ふるんと滑っていくような感じ。で右と左、これも肉眼で見た時にどっちのがすごい撥水しているかってやると、結構難しいですけど、これも水のつき方がやっぱりこう磨いた方が、水のつき方っていうか汚れのつき方が少なかったので、やっぱ表面の状態がいいことでよりこの滑っていく撥水性能が高いのかなといった感じです。やっぱこう止めた時に水滴の残りがね、やっぱこっち側の方が少ないですよね。同じような感じでもう一回いきますね。上からかけます。奥側の方がやっぱ少ないですね。この辺の方が、ここはポツポツ残ってます。これはもしかしたらその、洗車傷とかに水が引っかかってここでとどまっているような感じになっちゃってるのかなと思います。そしたら最後に適当にスプレーしたところだけ見ていきます。この辺ですね。ムラはありましたが、水はじきはすごいね、撥水しております。
はい、こんな感じです。あとはもう耐久ですね。どれぐらい持つかとか、ここら辺が一番気になる部分かなといった感じです。で最後ツヤ感なんですが、どうでしょう。ここ3面に施工してあります。で正直ねちょっと分かりづらくて、僕が肉眼でね見た感じは明らかにこの右側、こちらも磨いてあるので、ここが一番黒っぽいツヤが出ている感じで、左側の未施工とシラザン50だけを施工したところ、磨いてないところの境目がちょっと分かりづらいですね。このツヤで境目が判断できるかって言ったらちょっとできないので、めちゃめちゃツヤが出るっていう感じではなさそう。だけどあるな、あるはあるな。若干超がっつりっていう感じでもないのかなといった感じですけど、汚れのつき方は圧倒的に強かったのですごいね。これね映像として見せられないのがちょっときついんだよな。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はシラザン50のボディに使ってみたらどうなるのかっていう検証をしてみました。で一応3面分けて未施工と磨かずにシラザン50施工するところと、磨いてからシラザン50施工するところ、この3箇所やってみました。で汚れのつき方がまず違かったですね。水はじきがそもそも違かったんですが、撥水している方、シラザン50を施工したところの方がやっぱ汚れがすごいつきにくいと。これはねかなり大きな差がありました。でなおかつ磨いてシラザン50を施工した方が汚れはつきにくかったです。やっぱりその表面上の滑らかさっていうのかな、そこがその撥水滑るっていうところに影響してくるのかなといった感じです。それはもうボンネットも側面もその同じような感じで結果が出てたので、間違いないと思います。シラザン50だからあそこまで汚れがつきにくいっていう検証では今回ないので、そこは正直わからないですね。別でちょっと検証したいなとは思っております。で今後はどうしていくかっていうところですね。ここは皆さんのコメントもちょっと参考にしたいなと思っていて、僕が気になっているのは水垢がつくのかどうかっていうところかな。そこをまず見たいっていうのも、結局そのコーティング剤の表面が汚れてしまったら意味ないのかなとも思っているので、その耐久性3年そこも見てみたいですね。かなり追って、半年とかで見ていきたい。で専用メンテナンス剤は前に動画を上げたんですが、水はじき得られません。得られないので、どうにかその専用メンテナンス剤の必要なのか必要じゃないのかっていう検証もしたいので、どっちかに専用メンテナンス剤を使うで、どっちかは使わないで、どういった違いが出るのかとか、そういったところも見ていきたいなとは思っています。でツヤに関して言えばツヤは出てたんだけど、めちゃめちゃツヤツヤっていう感じではなかったかな。未施工とかと比べてやっぱ若干は出てたんですが、言うほどめちゃめちゃ出てたっていうわけではないけど、水はじきがねやっぱね良かったのと、汚れがねあそこまでついていなかったので、かなり期待は持てるのかなといった感じです。けどやっぱりね硬化型のコーティング剤の必要性っていうところも一緒に見ていきたいなとは思ってるんですよね。そうで、あとあれだ、そのスプレータイプになっていいところっていうのは正直そんなないのかなと思いました。なんだろうな、あれを別にスポンジで塗ってもっていうか、スポンジで塗った方が飛散しないので、使いやすい。で見てもらったら分かると思いますが、適当にスプレーしたところ、このダラって垂れたところ、ああいう風になっちゃうっていうことは、やっぱりそのスプレーを吹きかけた時、横にファって飛び散って、それを放置しちゃうとやっぱそこだけちょっとムラっぽくなっちゃうとか、そういうことを考えると僕はスプレータイプである必要はないのかな。なんならそのクロスにつけて使ったりとか、スポンジにつけて使ったりした方がいいのかなと思いました。でシラザン50のその最大の特徴のスプレーで簡単に施工っていうところは、僕はその硬化型だからこそスプレーにしない方がいいって認識しましたね、今回使ってみて。みたいな感じですかね。とりあえずこの先どうするかっていうのは皆さんも一緒にちょっと考えてもらいたいなと思うので、コメントお待ちしております。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。